通勤通学中の皆様おはようございます。トクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、サナエトークンの話題になります。これね皆さんもご存知なんじゃないかなと思います。現在ね、大炎上中となっております。高市早苗首相をモチーフとしましたサナエトークン。これはですね、すでに海外でも報じられておりまして、これがね、一体どのように報じられているのか。そして実はこの暗号資産の問題というのは、当然ね、日本だけで起きているものではありません。似たようなことは海外でも起きておりまして、これもね、数年前に大炎上してるんですね。本日はそのあたりを含めまして、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、これすごいですね。サナエトークンの公式サイトになりますが、思いっきりね、日本の首相の画像が使われております。現在ですね、このサナエトークン、かなり違法な側面があるのではないかということで、大炎上しております。もうね、本当に大枠、ざっくり説明いたしますと、今回ね、このサナエトークンというミームコインが発行されまして、これが一時ね、高市首相人気により高騰していたんですが、この本に高市首相が X で私はこの件に関与していません、知りませんでしたと発言したことにより大暴落したというお話です。これに関してはこちら、暗号資産系のメディアでね、主に多数報じられておりまして、インディペンデントでも報じています。ここではね、何を言っているかと言いますと、サナエトークンとは何か、日本の首相は自分の名前を共有する暗号資産への関与を否定ということで、主にね、ここまでの経緯ですね、ノーボーダーだとかジャパンイズバック、あとチームサナエの名前なんかも出ておりまして、何が起きたのかを解説していると。で、さらにね、似たようなものとしてトランプのミームコイン、そして昨年アルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイは物議を醸したミームコインを宣伝したことで激しい批判に直面した。ミレイ氏はこの新しく発行された暗号資産を支持したという主張を否定したが、この通貨は彼がソーシャルメディアで言及した直後に暴落した。ね、これそっくりでしょ。リブラと呼ばれるこのトークンは当初価格が急騰したものの、その後急落し、多くの投資家が巨額の損失を被る結果となった。そしてね、こちらクリプトニュースになりますが、ここではね、このトークンの作成者にどのような法的結果の可能性があるのか、そして現在ね、日本の金融庁が動いてますので、この調査の結果、日本の他のミームコインに今回の件がどのような影響を与えるのか、このあたりが書かれています。トークンの作成者にはどのような法的結果が考えられるのか、金融庁が刑事手続きを進めた場合、未登録の暗号資産交換を運営したとして、資金決済法違反により罰金や懲役刑などの処罰を受ける可能性がある。この調査は日本の他のミームコインにどのような影響を与える可能性があるのか。この調査により日本で政治家や有名人の名前を使った暗号資産に対する監視が強化される可能性があり、取引所が類似トークンを上場廃止にしたり、今後の新規発行を抑制する可能性があるということで、このねミームコインについては後ほど詳しく見ますが、中にはね、その有名人の名前を使ったものというのが発行され、ものすごい高騰したりもするんですね。で、当然これはね、問題視されていたりもするわけですが、今回ね、日本でこういったことが起きましたから、政治や著名人をテーマにした仮想通貨全体に今後影響が及ぶかもしれないと、このように言ってるわけですね。と、ですね、海外でもね、記事が出始めている今回のサナエトークン騒動ですが、まだね、ちょっと何が起きてるのかよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんので、ここからね、この概要を見ていき、そしてですね、これとはまた別に、2024年にですね、アメリカで非常にね、今回の騒動を想起させるような出来事というのが起きています。このあたりもね、ご紹介したいと思っています。まずはね、こちらですよ。サナエトークン。これがね、一体何なのかという話なんですが、これはね、もともと暗号資産として作られたものではなかったのではないかと言われているんですね。ここがね、今回の最大の問題ですね。もともとはね、どういった構想だったかと言いますと、起業家でね、現在大変有名な溝口裕二さんという方が率います、ノーボーダーというね、政治系の YouTube チャンネルがあるんですが、ここからね、ノーボーダー DAO というコミュニティが始動するんですね。この DAO というのは分散型自立組織のことで、これはね、つまり中央の運営者がいない組織、このコミュニティメンバーで意思決定をしていきましょう。こういったもので、この中からこのね、下に見えております、こちらです。ジャパンイズバックプロジェクトというのが立ち上がるんですね。でも皆さんご存知かと思いますが、このジャパンイズバックというのは高市早苗首相が掲げているスローガン、このように認識されていますよね。そしてこの中でアプリというのが立ち上がりまして、みんながね、ここに参加し、国民としての声を上げていく。そしてこの貢献量に応じてサナエトークンがインセンティブとして使われていく、こういったものだったんですね。そしてここで出てくる第一の問題というのがありまして、それがこちら、リアルバリューという YouTube チャンネルの動画でした。まさにね、この下にあるんですが、堀江さんがね、すげえトークン出すらしいじゃんということで、ここからね、サナエトークンのプロモーションが始まるんですね。そしてこれがね、溝口さんになりますが、ここで言ってますね。コミュニティの中から上がりましたということで、これがね、先ほど言っていました DAO。ここからこういった案が上がったと。そしてその結果、サナエトークンを発行。
その後ね、こんなこと言うんですね。ちょっとね、見づらくて申し訳ありませんが、実は高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせていただいてということで、このね、早苗トークンというのは、ちょっとね、これも非常に曖昧な言い方なんですが、高市さん本人ではないんですね。高市さんサイドとコミュニケーションを取っていると言って、限りなくね、この公認を得ている、このようなことを言うんですね。そうするとね、冒頭にも言いました。もうまさにこれですよ。高市首相の公式 X アカウントですね。早苗トークンという仮想通貨が発行され、一定の取引が行われていると伺いました。名前のせいか、いろいろな誤解があるようですが、このトークンについては私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も当該トークンがどのようなものなのかについて知らされておりませんと。これね、完全に矛盾してしまうんですね。そしてね、こちら先ほどね、インディペンデントでも言及されておりました。高市早苗首相の講演会ですね。チーム早苗。まさにここに書かれているんですが、早苗トークンは素晴らしい提言にインセンティブポイントを付与してより広く声を集めるアプリ内の手段としての説明であり、現在話題になっております暗号資産のような仕組みとは全く違うお話でしたということで、これでね、おおよそ何が起きていたのかというのがわかるんじゃないかなと思います。そもそもこの早苗トークンというのはですね、暗号資産という扱いではなかったんですね。みんなの声をね、集めて日本を良くしていきましょう。そしてね、ここに貢献してくれた皆さんにはアプリ内でね、インセンティブがありますよ。ここで使われるのが早苗トークンという話でした。そこを踏まえると、これね、言ってることは矛盾してないんですね。これそのまま説明してるんですよ。アプリ内で使うものだと思っていたわけで、暗号資産とは聞いてなかったと。つまりここが大きな問題になっているわけです。そしてね、この早苗トークンには2つ目の大きな問題というのがありまして、日本ではね、この暗号資産を日本人相手に売買するというのには、この交換業者としての登録が必要なんですね。じゃあね、この早苗トークンに関しては、この登録があったかどうか、もうすでにね、金融庁に質問がされておりまして、ここではね、そんな登録はありませんでしたと、このように明言されています。つまりここが、これ違法なんじゃないかと言われている部分です。当該トークンを取り扱っている業者はございません。で、現在ですね、この早苗トークンにつきましては、ネットでね、それは炎上してしまっておりまして、その原因となっているのが、この話題の渦中におります、溝口さんなんですね。この方がですね、SNS で様々な発言をするものですから、もう収集がつかなくなってしまっていると。で、その一例としてね、こちらインスタなんですが、こちら溝口さんのアカウント、この方の投稿というのを引用しまして、ここではね、何を言ってるかというと、普通に考えて、溝口さんがあの立場で、突然何のコネクションもなく、高市さんの名前なんか使うわけない。コミュニケーションに齟齬があったか、はしごを外されたかのどちらかだと思っている。私は溝口さんを信じますと。これに対してこうですね。マキコさんいつもありがとうございます。励みになりますと。で、実はですね、このストーリーズには続きがありまして、この方がね、それ動画で残してくれているんですが、ここですね、絶対に逃げないし、自分を押し殺して簡単に引き下がるのはやめようかなと思い始めていると。このように言っておりまして、つまり、少なくともここだけ見るとね、高市さんサイドにはしごを外されたけど、自分はこのまま引き下がることはないぞと言ってるように見えてしまうんですよね。少なくともこの投稿からは。その後もですね、こちら X ではね、非常に長いお気持ちというのを投稿しているんですが、ここね、割とすごいことが書いてあって、今回みたいなプロジェクトは世の中に無限にあるんだと。そして過去にね、同様のケースで逮捕や起訴がされた前例は一つもないというんですね。もうこれ開き直りにも見えちゃいますよね。そして今回のこの件自身もね、動画の中でプロモーションしておりましたが、この堀江さんがね、もうクソを連発しまして、もう完全にメルトダウンすると、もうこういった状況になってるんですね。ということでね、こちらの早苗トークンというのはもともとアプリ内でインセンティブとして使われるトークンの予定だったと。なんだけど実情は、それがね、アプリで実装される前に暗号資産として発行され、これが流通してしまった。こういうことなんですね。じゃあね、この暗号資産、今回の場合はミームコインと言われますが、これは一体何なのかという話です。事の発端はね、こちらでした。これね、同時コインと言います。これね、公式ロゴです。ここにありますが、皆さんこれご存知ですかね。柴犬のこちら、カボスちゃん。この写真が海外では、もうミームとしてですね、爆発的に拡散されました。これめちゃくちゃ人気があるミームなんですね。そして、このミームを公式のロゴにした同時コインというのが発行されるんですね。これがね、ミームコインと言われておりまして、つまりはこれね、何の実体もありません。そこに商品はないんですね。何もないんですよ。このミームコインというのは、ただのネタです。ジョーク。そこにはお金しか動いていないということです。なんだけど、このミームを使うことによってね、このミームが好きな人の注目を集めるわけですね。そしてこれを買うことができるわけですから、みんなネタで買うわけです。するとどんどんその価値が上がる。そして現在はですね、このミームコインというのは、その投機ですよね。投機というのは、その物の価値がね、上がったり下がったりする。ここにお金をかけて儲けを得ようとする。これ投機と言いますが、つまりはね、これ、ギャンブルです。実体はないものにお金を積んで、価値が上がれば儲かる。価値が下がれば、そのお金を失う。こういったものなんですね。じゃあね、なんでこの同時コインというのが、ここまでの知名度になったのか、こんなに人気を博したのか、その裏にはですね、イーロン・マスクがいます。このイーロンはですね、同時コインが大好きで、愛好家として知られておりまして、
彼が同時コインについてつぶやくたびに、この知名度が上がり、人が集まり、この価格が高騰していく。つまり現在の投機として使われるミームコインのベースがここでできていくわけですね。そうすると皆さん、もうね、勘のいい方だったら、あれと思ったかもしれません。イーロン・マスクが主導した政府効率化省ってあったでしょ。あれ名前、同時でしたよね。この同時という名前は、先ほどのミームコインの同時コインから来ています。一応ここではね、デパートメント、そしてこちらオフですね。そしてガバメント、そしてこれがね、オフィシェンシーと言いますが、これ効率という意味ですね。これね、後付けなんですね。同時コインの同時という名前が先にあって、ここから逆算で作られているので、これね、日本語に訳すと、政府効率化省っていう非常に奇妙な名前になるでしょ。これはこの名前がね、後から与えられたもので、これを翻訳してしまうと B 級映画に出てくるような組織の名前になってしまうというわけですね。で、現在はですね、こちらになります。先日もね、プクタ動画出しましたが、市川市動植物園の小猿パンチくんのミームコインも発行されています。それがまさにこちらになりますが、一時ね、非常に高騰しまして、現在は徐々に下げていると。これすごくって、もしね、初期に投資していたら、なんとですよ、一時1400倍になったそうです。やばいでしょ。もう本当にね、とんでもないギャンブルなんですね。ちなみにね、元々のこの同時という名前も、ドッグをもじった言葉なので、政府効率化省というのは、もうまさにね、カボスちゃんそのものだったと、こういうわけなんですね。で、このミームコインというのはですね、非常に匿名性が高いため、詐欺も多いんですね。お金預けるでしょ、持ち逃げされちゃうわけですよ。で、アメリカでもですね、2024年、このミームコインをめぐって、大炎上した事件がありました。それがね、こちらになりまして、もしかしたらね、ご存知の方もいるかもしれません。この方は、ホークトゥガール。このように言われておりまして、日本語読みすると、ホークトゥアガールと言ったらいいんですかね。この女性ですね、2024年に一つのミームで大バズりしました。それがね、こちらになりまして、これね、彼女がね、よくあるでしょ、街頭でインタビュー受けるんですよ。この時に、このね、ホークトゥアとやったことで、一躍有名人になりました。これはですね、何なのかというと、ちょっとね、このチャンネルではご説明できないので、各自調べてください。非常にね、卑猥な、とある擬音のことです。彼女はね、この動画のインタビューの中で、これを実演するんですね。そしてこれがミームとなり、彼女はですね、この2024年、ミームの女王となりました。これね、どのぐらいすごかったかというと、本当にね、ただの無名の女性だったにもかかわらず、一瞬でね、インスタのフォロワーが220万人を超えました。で、TikTok は180万人、X は42万人ですか。このようにしまして、本当にただの動画一つで、超有名人となり、様々なグッズを販売、有名イベントに出演し、自身のポッドキャスト番組を持つことになります。そして、この人気に乗じまして出てきたのが、ホークというね、彼女のミームコインでした。で、これはね、彼女自身が発行したわけではなかったんですが、自身のミームコインとしてね、プロモーションに参加しておりまして、で、彼女はね、当時非常に人気がありましたから、めちゃくちゃ高騰していくんですね。そしてなんと、このミームコインの時価総額は5億ドル。これ日本円で約800億円弱です。すごいでしょ。皆さん、この女性、本当にただの一人の女性ですよ。何もないんです。動画の中で、ホットゥーと言っただけです。これで彼女のミームコインは800億円弱の時価総額になっていくと。なんですが、この時に言われましたのが、こちらになりまして、時価総額は5億ドルに達したが、すぐに2500万ドルまで急落。投資家に大きな金銭的損失をもたらした。この騒動は、一部の投資家が、ウェルチと、これこの女性の名前ですね、ハリー・ウェルチ。彼女と、そのチームを、インサイダー取引だと非難。米証券取引委員会に苦情を提出したことで、さらに拡大した。この悲惨なローンチは、暗号資産コミュニティからの批判を招いており、計画の不備や、不正行為の可能性が指摘されている。ローリングストーンの報道によると、このプロジェクトがラグプルだった可能性があると主張している。ということで、このラグプルというのはね、出口詐欺と言われますが、ラグってあるでしょ。カーペットですね。あれを引き抜く。これラグプルというんですが、これはね、このトークンを古代広告し、値段を釣り上げて、お金を引き抜いて逃げちゃうこと。これだったんじゃないかと言われているわけですね。そしてその後、この彼女は、これを機にですね、インターネットから消えることになりました。で、これもね、様々な憶測を呼びまして、自分の名声を利用してお金を持ち逃げした詐欺女と、このように言われていたんですね。皆さんこれね、この彼女がバズったの、2024年の6月です。そしてこのミームコインが大炎上したのが同年の12月。この間ですね、たったの半年の出来事でした。そしてこのミームコインが高騰し、暴落するまで、これはなんとですね、24時間の出来事でした。なんですが、その後ですね、これにつきましては、調査が入りましてね、彼女自身はこのプロモーションに関わってはいたんですが、直接的な詐欺行為には関わっていないとして、一応結論は出ています。なので現在は、このトークンを運営していた会社ですね。ここにね、集団訴訟というのが起こされておりまして、現在も裁判が続いていると。こういった状況になっています。
はい、ということで本日はですね、現在日本で大炎上中となっておりますサナエトークン、その概要と海外での報道、そしてこれを想起させる海外の出来事を見てまいりました。いかがだったでしょうか。最後のね、例を見ていただきますと、ラグプルでね、現在も追求されているわけですが、どうやらね、このサナエトークンでも似たような構造があったんじゃないか、実際これ運営側が売り抜けちゃってるんじゃないのか、こんなことが言われているようですので、今後ね、この詳細というのがどこまで明らかになっているのか、溝口さんはね、これで逮捕者なんか出ていないんだと、このように豪語しているようですが、実際ね、本当に逮捕者が出るのかどうか、このあたりに注目が集まっているんじゃないかなと思います。いやー、それにしてもどうですか、ミームコイン、実際投資されている方いらっしゃいますか？一応ね、これに関しては本当にね、自己責任になりますが、福田個人的な話ですよ。本当に個人的な話ですが、手はね、出さない方がいいと思ってます。本当にね、リスキーなので、これをね、投機目的で利用されるという方は、これはね、肝に銘じておいてくださいね。一応ね、こちらね、溝口さんが言ってますが、このプロジェクト、中止するということになったようです。で、一応ですね、現状トークンを持っている方に関しては、返金という形で対応するそうですね。これもね、どこまでの範囲なのかっていうのが、またね、いろいろ物議を醸しそうですが、現状はね、このようになっているようです。今回の件ね、本当に大騒動になっておりますので、ぜひね、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。